こんにちは。スポーツライターの木崎真也です。今日は編集部と相談しまして、なぜ日本の選手は大学で成長するのかというテーマについて話したいと思います。日本の高校生、ユースの選手が大学に行く、非常にこれが世界的には珍しいと思うんですけども、なんで高校からダイレクトに J リーグに行くよりも大学に行く方がメリットがあるのか、それについて今日は話したいと思います。もちろん高校からダイレクトにJ リーグに行く選手もいるんですけども、それによって日本代表に上がっていく選手もたくさんいるんですが、大半の選手にとっては大学に進む方が今のところ有利になってまして、その現象についてお話ししたいと思います。まずは、大卒の選手の例を紹介しましょう。これはもう紹介するまでもなく世界的に有名な三笘薫選手がいます。三笘薫選手は川崎フロンターレのユース出身なんですけども、ユースからフロンターレに上がることもできた川崎フロンターレからオファーを受けて、ユースからトップチームへの昇格ができたにもかかわらず、それを断って筑波大学に行きました。そこで筑波大学で成長して川崎フロンターレに戻り、そこからブライトンからオファーが来て、最初ユニオンサンジロワーズにレンタルされたんですが、その後ブライトンで活躍して現在に至ります。プレミアリーグでの活躍は皆が知るところです。で、三笘選手の成功で世界的にも大学の存在が注目されましたが、他にも選手がいっぱいいまして、例えば上田綺世選手。上田綺世選手は今フェーエノールトでストライカーとして活躍して、オランダリーグのトップスコアラーになっています。得点ランキングの1位を独走しています。で、上田選手は鹿島アントラーズのアカデミーのジュニアユースにいたんですが、そこからユースには上がれず、鹿島学園高校に行きました。で、そこで、成果を出して、法政大学という名門大学に行きまして、法政大学の在学中に鹿島アントラーズと契約してプロ選手になりました。で、その後はベルギーに渡り、現在のオランダフェイエノルトという風になっています。で、上田選手もやはり高校に行ったことで、大学に行ったことで、結果を出した選手です。で、もう一人例を示しますと、同じくフェイエノルトのチームメイトなんですが、渡辺剛選手。で、渡辺選手は、FC 東京のアカデミー出身なんですけども、その後、山梨学院高校に行き、そこから中央大学に行きました。で、中央大から FC 東京に、入り、そこからベルギーのコルトレイク、ヘントと経て、現在フェイノートのセンターバックとして、レギュラーとして活躍して、日本代表としても、中心選手になっております。で、このように非常に大卒選手が活躍してるんですが、例えばカタールワールドカップでは、長友佑都選手をはじめ9人が大学を経由して、プロになっていった選手でした。長友選手は明治大学に進み、そこから FC 東京、で、その後イタリアに渡って世界的な有名な選手になっていきましたけども、このように日本サッカーにとって大学っていうのは非常に欠かせない存在になってるんですけども、じゃあなんでこんなにメリットがこんなにもたくさんの大卒選手が日本代表で活躍しているのかというと、今回は3つの理由を、説明したいと思います。で、1つ目の理由は、まず、出場チャンスが圧倒的に多い。出場チャンスが多い。これは J リーグに比べてですね、やはり、高卒の選手が高校から J リーグのチームに入ってもなかなか出場機会がなくて、J リーグっていうのはサテライトリーグだったり、B チームのリーグがないので、せっかくタレントがチームに入っても、プロで出番のないまま、例えば90分、1試合も戦うことなく1年、2年が過ぎていくということがあります。もちろん練習試合はあるんですけども、1試合もオフィシャルマッチ、公式戦に出ずに終わるということが結構ザラにあって、なので力を持っていても磨く場がないというのが J リーグの問題になっているんですが、その受け皿になっているのが大学です。で、どのような大会があるかっていうのを紹介すると、かなり細かいんで、わかりづらいかもしれませんが、まずこれは関東の例なんですけど、一番上に関東大学リーグと書いてあります。関東大学リーグ。これは4月から11月に行われまして、次にアミノバイタルカップ。これは5月から6月ぐらいにやって、これは次に書いてある総理大臣杯プライムミニスターカップの予選になってますね。で、その後プライムミニスターカップが、9月に行われ、で、そのプライムミニスターカップ総理大臣杯に出れないチームの大会も非公式というか、公式試合として用意されていて、アンタイトルドカップというものも同時に行われて、全国大会に出れない
大学にも、出場のチャンスがあるようにもなっています。で、さらに、年末にはインカレ、全日本大学選手権がありまして、で、こうやってもう年間を通していろんな試合が行われているんで、非常に選手が、出場機会を得る機会が多いです。で、さらにその他にも、セカンドチームに向けての I リーグという、一軍じゃなくても出場機会があるようにリーグ戦が行われてますし、ルーキートーナメント、新人戦というものも、大学1年生、2年生、大学は4年間ですけども、1年生、2年生向けの新人戦も行われているので、レギュラーじゃなくても出場できるということで、非常にいろんなところで、出場機会を得ることによって伸びていくことができます。やはりサッカー選手というのは試合をこなさないと、伸びていかないと思うんで、大学の方が圧倒的に、レベルはいろんなステージがあるんですけども、出場機会を得ることができます。で、次は2つ目の理由ですね。2つ目の理由。それは弱点の改善。これは何かというと、やはりプロに入るといきなり勝負、結果が求められると思います。先ほど言ったように B チームのリーグ戦だったり、サテライトリーグがないために、トップの舞台でやらなきゃいけないんで、18歳とかの選手でもいきなりプロとして結果が求められるような環境なので、なかなか弱点の改善というのに取り組めません。取り組みづらい環境があります。例えば、三笘薫選手は、ユース時代、18歳ぐらいの時はまだ線が細くて、体が細くて、なかなかフィジカル面での課題があったんですけども、それを三笘選手も自覚していて、いきなりこのフィジカルでプロの世界行っても厳しいだろうと。ということで、筑波大学に進み、フィジカルトレーニングに非常に熱心に取り組みました。で、筑波大学は、体育の専門のコースもあって、陸上の専門家などもいるので、もともと日本のハードルで活躍した谷川先生という先生がいるんですけども、谷川先生のとこに弟子入りして、いろいろフィジカルのことを教えてもらって、非常にフィジカルが強くなり、パワーがつき、足もさらに速くなっていきました。で、三笘選手のように、プロだとそういうことをやることも可能でしょうけども、より長期間、大学4年間あるんで、よりそのじっくりその弱点と向き合って改善することができます。で、さらにもう一つ加えて言うと、大学っていうのは一応勝ち負けが大事ですけども、あくまでそのエデュケーション、教育の機関なので、リーグ戦でも失敗することが許されるということがあります。プロのようにメディアの批判にさらされたりとか、それによって、レギュラー争いは激しいですけども、ものすごくいきなりレギュラー外されるってこともないので、三笘選手はとことんドリブルで勝負を仕掛けて、自分のドリブルを磨いたそうです。なので大学ってのは失敗もできる、弱点も改善できるし、失敗が許される、文化があるので、そこによって失敗を繰り返してさらに成長するということができます。そして次に3つ目。3つ目は、人間的な成熟。これはなかなか外国の方からは理解しづらいかもしれないんですけども、日本の教育というのはやはり規律が重視されて、みんなとやはり一緒だったりとか、一緒の行動ができることが評価されたりとか、規律が重視されて、そのおかげで日本サッカーも非常に規律があるっていうのが武器になっていますけども、その一方で若い時は自分で考える力だったり、自分で決める力っていうのが伸びづらいというふうに言われています。なので、18歳になった段階でも、ヨーロッパやアメリカの人たちに比べると、やはり自立している度合いがまだまだ未熟で、そこからいきなりプロの世界に放り出されても、その自分で判断するっていうことがいきなり始まるので、そのギャップに苦しみ、適応に苦しむという選手がいます。なので、大学に行って、いきなり結果が求められない状況で勉強もしながら、さらに同年代の友達とか学生と一緒に過ごす中で人間的にだんだん成熟していくので、いくら技術があってもやはりメンタル面の成熟がないと活躍できませんが、それが大学では、おのずと伸ばされる。そこに通うことによって、自分を客観的に見る、自分と向き合うってことができるので、そこで、成長していくことができるようになります。以上、ざっと3つ、えーメリットを言いましたけど、1つずつちょっと復習すると、まず1つは出場チャンスが多い。2番目は、弱点の改善。で、3つ目は人間的な成熟。これによって非常にタフな選手が育っていって、例えば三笘選手が行ってた筑波大学などで言うと、筑波大学は、
郊外にあるんですけども、東京から電車で1時間ぐらいのところにあるんですが、ある意味周りにはそんなにいろんな商業施設とかはないんですけども、逆にサッカーに打ち込める環境があり、例えば選手たちは自分で食事を作って、で、授業でその栄養学の授業などがあるので、栄養学を学んでそれを自分で自炊して、なので筑波大学の選手は食事にも非常に気を使っているので、ジムトレーニングをした上に食事も気を使うので、本当にもうプロ選手のような体つきをしています。で、大学の今のレベルっていうのは、J1 と J2 の間ぐらいかなという印象を受けてまして、例えば天皇杯というカップ戦に大学も出るんですけども、そこでは大学生チームが、J1、J2 のチームを破るっていうことがよく起こります。なのでそうやってサッカーのレベルも非常に高いので、で、さらに、お金はもらえませんけども、プロのようにプレイしたからといってお金はもらえないし、逆に学費を払って通うケースが多いですが、中には特待生といって学費が免除されている選手もいますけど、大半の選手は学費を払って、通って学位を取る。その傍らでサッカーをやってるんですけども、その中でどんどん人間的に成長していくっていうのが大きなメリットです。で、さらにこれはサッカー選手というよりも、サッカー選手としてうまくいかなかった時に、そこで大学卒業っていう学位があると就職に有利になったり、さらに大学在学中に体育教師の免許も取れますから、教員免許を取って、もしプロで成功できなかったとしても、引退後に学校の先生になるっていう道もできるので、大学進学っていうのはそういう将来設計の、人生設計のメリットもあります。以上、ざっとこのなぜ日本で選手が大学で成長するのかということについて、海外の人に向けてお話ししました。ただ、一つ J リーグもその課題は認識してまして、2026年の夏から U21 リーグというのが始まります。アンダー21リーグですね。21歳以下の選手を対象にしたリーグが始まって、やはり高校を卒業した選手が J リーグにいきなり入っても出られないという課題を J リーグを受けて、それで新しいリーグを作りました。で、U21、アンダー21と言ってるものの、オーバーエイジが6人ぐらい、許されていて、それより年上の選手も出れるんですけども、なのでちょっと形骸化してる部分はあるんですが、少なくとも J リーグも課題を認識してトライしているので、今後そこでちょっと変化は、出てくると思います。それでも U21 が長く続いたとしても、大学っていうのは非常にその育成機関として今日本サッカーで伸びてる、欠かせない部分になっているので、その構造は変わっていかないと思います。今日もご視聴をありがとうございました。